Hi everyone. It's been 3 months since I started this vlog, so today I'd like to reflect on what I've done so far. I'll be talking about things like my English, editing, filming, and planning. Since I wanted to speak more freely and honestly, I decided to speak in Japanese today. Don't worry, there will be subtitles. If you need them, please turn them on now. Switching to Japanese in 3, 2, 1. こんばんは。おはようございます。Finally, I've arrived here です。今日は Vlog を始めて、ちょうど3ヶ月目なので、今まで撮った動画をちょっと見返していろいろと反省していきたいと思います。はい。それでは早速見ていきましょう。まずこの最初の Vlog は2025年の1月3日に撮影しました。はい。木古内のビーチに行ったんですけど、日の出を見に。すごい綺麗でしたね。これ本当は、海じゃなくて、最初山に向かったんですよ。山で初日の出を見ようと思って、動画でも出してる萩山に行ったんですけど、なんか業者の方、なんか除雪業者みたいな方がいて、英語喋ってて、それでカメラ持ってて、行くのに、いや、不審者だと思われたくなくて、行けなかったんですよね。で、急遽、山がダメなら海に行こうってことで、木古内のビーチに向かいました。はい。そんな裏話があります。これなんか字幕がなんか見やすいですね。黒いのって。ちなみにこの新幹線、本当は動くのにしたんですけど、この辺を。なんか消えちゃって、結局、なんかもうやり方わかんなくなって、これ動かない写真をここに貼り付けたっていう。はい。で、この動画の反省点としては、あれですね。すごい画質は綺麗なんですけど、喋ってない箇所が多すぎるっていう反省点がありますね。視聴データとか見られるんですけど、裏で。やっぱり喋ってないところの視聴維持率が低いんですよね。なので、喋った方が、見てくれる長さは長いんだなって思いましたね。はい。ただ、最初から最後まで喋らないとか、そういう動画もあってもいいと思うんですよね。多分需要もあるんで。はい。ただやっぱり、どっちかに偏った方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、動画見ていくんですけど、ここ走ってますね。これ、はい。これ間に合わなかったのは、ギリギリ間に合わなかったのは山に行っていたからですね。さっきも言ったように。でもめちゃくちゃ疲れました。久しぶりに走ったので、これ。はい。で、この動画のポイントとしては、この最後のグダグダ感。いや、本当に何も考えてなかったんで、終わりの言葉を。ほんと最後こんなグダグダした終わり方の YouTube あるんだなって思いましたね。はい、っていうのが見どころですね。はい、で2本目に撮ったのがこれ。Finally, I've arrived here. ちなみにこの Finally, I've arrived here っていうチャンネル名ですけど、1本目の動画でたまたま言った言葉を採用してます。はい。何の思い入れもあるわけじゃなくて、旅行の Vlog だったら、
まあ、finally I've arrived here. ああ、いいんじゃないみたいな感じで決めました。なので、このチャンネル名は、はい、変わる可能性があります。これ、これ駅なんですけど、これ郵便局入ってるんですよね、これ。すごくないですか、これ。ポストもあって。こんな駅なかなかないですよね。郵便局が駅の中に入ってるっていう。ちなみにですけど、この駅に来たのは、僕含めて4人でした。で、3人は、若い、20代か10代の女性3人でした。カメラ持って、で、なんか喋りながら、その人たちについていく自信がなかったので、10分何かしらカメラの設定をいじってるふりをして、この駅に留まってました。はい。それは彼女たちが先に行ってもらうためにいたんですよね。ここに。ただ、観光で来てたので、その彼女たちも追いついちゃったんですよね。なんか写真とか撮ってたので。なので、ものすごく、この動画見てたらわかると思うんですけど、ものすごくスローに歩いてる部分があると思うんですけど、それは追いつかないようにしてました。はい。この辺とか。なんか見えたんですね、この辺にいるのが。なのでめちゃくちゃゆっくり歩いてました。で、この後道を間違えるんですけど、それは、その追いつかないためにわざと間違えたんじゃなくて、どこにいるか分かってないですから、この時点では彼女たちが。いや、確実に本当に間違えました、道に関しては。はい。で、この動画の見どころはやっぱり、あれですね、ローマへの道。ここですね、はい。ここの道は、なんかバイクの、ツーリング動画とか、なんかインスタとかに載ってる写真とか、なんか何で見たか覚えてないんですけど、なんかその木の間にバイクを置いて、写真を撮ってたのがすごい印象的で、いや、いつか行ってみたいなって思ってましたね。はい。で、この日風がすごい強くて、Wind Blowing って書いてあるんですけど、いや、ここ、木以外、何もなくて風がすごい通るんですね、ここ。すごい大変でした。はい。で、ルルブの洞窟っていうのが、ここですね。ここの左に行くとあるんですけど、この着いた時がちょうど、白母で、夕暮れ時だったんで、ここ行ってたらもう暗くなって帰れないだろうっていうことで諦めました。いつか行ってみたいですね、洞窟。でも冬以外に行かないとヒグマに出会う可能性があるんで、なのでちょっと躊躇しちゃうんですよね。はい。これが2本目でしたね。これは最後、締めの言葉も、これ多分ナレーションで最後に入れたんですけど、良かったですね、これ。はい。この映像も消え、ただ最後のここ、終了画面作ってないんで、これ被っちゃってますね、これ。はい、これ。チャンネル登録してください、これ。ここでもできるんで。で、次。次のこの動画なんですけど、私がこの Vlog の中で紹介している中で一番おすすめの場所です。はい。大沼公園。大沼っていう国定公園があるんですけど、国定公園っていうのは、準、国立公園みたいな感じで、すごい自然が雄大で、国が保護しようとしてるぐらいの、あれですね、自然がいっぱいありましたね。で、特に良かったのが、駒ヶ岳っていう、この大沼から見える山ですね。最後なんですけど、この山、めちゃくちゃ綺麗でした。この映像で見る100倍綺麗でしたね、ここは本当に。なので、ぜひ行ってみてほしいです。函館からも電車で本当1時間もかからないので、
かなりおすすめです、ここは。はい。っていうので、次行きます。で、反省ポイントもあるんですけど、反省ポイントはやっぱり喋ってない時間が長くて、時間も1時間20分あるっていう。はい、そこですね。で、これ。次は、これ。完全に無言の動画です。はい。53分。ただ、これはこれでいいと思うんですよね。最初から最後まで無言であれば。これ多分需要あると思うんですよ。はい。すごい景色も綺麗ですし、特に雪が降らない国の方とか見ていただけたら嬉しいなと思いますね。日本でもここまで雪が積もる地域はそこまで多くないので、はい、珍しいと思います。で、多分 99.99% の人が気づいてないと思うんですけど、これ字幕入れました。こういうWelcome to a Japan countryside through snow paths and quiet streets みたいなのがちょくちょく入ってるので、字幕をオンにしていただけると、ちょくちょく、ほんとちょくちょくですけど、字幕が出てきますね。基本的にこのタイムラインに合わせて字幕を入れています。はい。この木もすごい木なんですよね。樹齢100年以上で、はい。これすごくないですか、これ。樹齢100年って言ったら、あれですよ、1925年より前に誕生した木ってことですからね。はい。で、この動画いいところは、やっぱり光と雪で、暗闇ですよね。ナイトウォークなんで。こういう映像がすごい綺麗だったんですよね。街灯の下に雪が降る映像とか、特にこれですよね。The Snow Dance Under the Street Lights ってありますけど、本当にこう雪が踊ってるような感じで、これすごい綺麗じゃないですか。これなんか止まったんですけど、寒い中すごい綺麗でした。これ見どころはここですね。これの本当に暇な人だけ見てください。長いんで53分もあるんで。で、これ自己紹介です。これはい、これ自己紹介動画なんですけど、めちゃくちゃ雪が降ってて、めちゃくちゃ寒かったです、これ。で、質問51問に答えてるんですけど、本当に登録者が多分0人の時に出したんで、おそらく。はい。知らない人が自分のことを知って興味持ってくれたらいいなと思って出しました。はい。Since I've just started my vlog, はい。気になる方は見てください。これに関しては、字幕入れてるんですけど、字幕に関しても、自動字幕以外でも、自動字幕を精査して、例えばアラビア語とか、あとはイタリア語とか修正してるので、自動字幕以外に自動字幕よりかは正確だと思います。はい。でめちゃくちゃ大変だったのがこれですね。はい。このランニング動画なんですけど、めちゃくちゃ大変でした。まず走るのが相当久しぶりだったのと、この下がビーチっていうので、これ映像だとよくわかんないと思うんですけど、めちゃくちゃ足が沈むんですよ。ちょっと硬く見えると思うんですけど、この砂浜。そんなことなくて、めちゃくちゃ柔らかくて沈むんですよ。なので、アスファルトとかコンクリートの上を走る10倍疲れました、これ。本当に。もうこれ走り始めて、
もう何秒かでもうめちゃくちゃやめたいって思いましたね。はい。で、まあ、10分って言った手前やんなきゃいけないなと思って、頑張って走ってます。はい。まあ、これ見どころはやっぱり、海が綺麗だってところですね。しかも、人が一人もいなかった、この時。まあ、あれですね。まあ、プライベートビーチみたいなもんですね。こんなもう人がいないんで。はい。だからもう二度とやらないことを誓いましたね。ここに関しては。はい。しかもこれ見てください。高評価ゼロっていう。はい。非常に悲しい。頑張ったのに報われないっていう。まあ、しかも、あれですよね。ランニング動画は、本当需要が低いんですね、多分。全然見られないですし、はい。これ消そうかなとも思ってます、正直。で、まあ、この辺まで、まあ、普通にやってきたんですけど、ここの、これ、見てください。別にそんな見られてないんですけど、この動画。この動画編集頑張りました。はい。これカンリン丸っていうオランダで作られた戦艦が沈んだサキ岬っていう場所に行く動画なんですけど、まあ、その行く途中で、そのカンリン丸の歴史を解説して、まあ、ちょっと見てみますけど、まあ、こんな感じで、動画に、まあ、画像とか差し込んだりして、こんな、カンリンマの歴史を解説してますので、見てほしいですね、この動画。頑張ったんで。はい。まあ、ただこれ反省もあって、やっぱり、無駄な部分が多いんですよね、これ。今、見返してみると。だから何も喋ってないところとか、まあ、映像が綺麗ないんですけど、まあ、ちょっと動いていたら、まあ、それでも、ちょっと長いなって思うとか何かしかあって、そこはあれですね、反省ポイントですね。はい。で、まあ、YouTube っぽいちょっと動画を出そうと思ったのがこれですね。はい、この動画なんですけど、24時間、まあ、コンビニのセイコーマートで買った、まあ、食事だけで1日過ごすっていうまあ、チャレンジって書いてますけど、まあ、チャレンジでも何でもない気もするんですけど、まあ、皆さんこれやってる方がいて、チャレンジって書いてあったので、チャレンジにしたんですけど、はい。まあ、何の辛いこともなく終わりましたけど、まあ、これ反省としてはやっぱ食レポですよね。はい。この自分の母国語以外で食レポってすごい難しいんですよね。That's good. That's good だけですよ。Good. That's good って good だけですからね、この活動に関して。いや、これちょっと食レポはもっと上手くなりたいんですけどね。はい、あ、でもこの、セイコーマートは、本当におすすめで、まあこの動画でも言ってるんですけど、あったかいカツ丼とか、唐揚げとかが売ってるんですよ。大体、セブンイレブンとかファミリーマートとかローソンとかでもそうですけど、まあ、冷蔵されてたり、まあ、冷凍されてたりしているものが販売されてるんで、まあ、少なくともあったかく食べようと思ったらレンジで温めないとダメなんですけど、これは本当にあったかい場所に置いてあるんですよね。ホットシェフっていう。なので、温める必要もなくそのまま食べても美味しいっていう。はい。しかも値段も、まあ、コンビニの中ではめちゃくちゃ安いと思います。はい。スーパーと比較したら、まあ、高いですけど、若干。まあ、それではそんなに変わらないぐらいですね、値段としては。
で、最後に、最近出した動画なんですけど、これ、編集めちゃくちゃ大変でした。これ。まず何が大変かっていうと、OBS っていう、今これ撮ってるの OBS スタジオっていうのなんですけど、使ったことがなくて、で、これも OBS 使ってるんですけど、これの使い方がよくわかんなくて苦戦しましたね。この赤いのを書くのとか、はい。無駄なところで大変でした。あとは、その動画で喋ってないとこを消すっていう作業をしてて、で、喋ってるとこだけを書き出すっていうので、そのカットの作業がめちゃくちゃ大変でしたね。はい。あとは、この動画からちょっとその字幕を、その英語以外の字幕をしっかりとその精査して入れたいなっていうのがあって、まだそのイタリア語、アラビア語、タイ語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語とか、ちょっとYouTube で、使われている言語が多い順で、字幕を精査していたんですけど、それの作業がめっちゃ大変でしたね。はい。なので、ちょっとこの字幕をしっかり入れてほしいみたいな要望があったら言ってください。ちょっと頑張るんで。はい。こんなとこですかね。はい。まだ動画出してるんですけど、この動画が一番大変だったなっていうのはありますね。はい。最後にですけど、コメントしてくれる方とか、いいねしてくれる方とか、登録している方、いや、本当にありがとうございます。それがモチベーションになって3ヶ月間できましたので、はい。大変感謝しています。だいたいギターとかも、3日で終わって今眠ってるんですけど、なかなか続かないことが多かったんで、3ヶ月続けられたっていうのは良かったなっていうふうに思いますね。はい。あと、英語に関しては、全然なので、今スピークっていうアプリを使って、今ちょうど、始めて228日間連続学習が終わりました。34週間ですね。なので、7ヶ月半ぐらいですかね。毎日やってます。英語の練習は。伸びてるかどうかわかんないんですけど、やらないよりかは伸びてるはずなんで、はい。やってる、続けていく上では、続けていければ、下手にはならないだろうなとは思ってます。はい。こんなとこですかね。あと、登録してない方は登録していただけるとありがたいです。はい。お願いします。以上です。今これ3ヶ月目ですけど、半年とか1年とか続けられたら、その度に反省してきますので、その時の動画も楽しみにしていてください。あと、去年の夏に予約したバイクが、今月末に届くので、届いてからはちょっとバイクに乗ってどっかに行こうかなと思ってます。はい。それも楽しみにしていてください。はい。ありがとうございました。はい。それじゃあまた、さよなら。